英題の少女の少女による少女のための少女世界。そのイメージの原型は大正から昭和の初期に続々と創刊された少女雑誌とその読者少女たちの夢とともに築かれ後世と受け継がれていった。その虫眼鏡はどういう意味をしてるんですか？説明しましょう。過去から現在に向かうそうしてオフィーリアはきれいな花輪を作り、その花の冠をしだれた枝にかけようとしてよじ登った折も折、意地悪く枝はポキリと折れ、花はもろとも流れの上に。昔々、深い海の底に一人の人魚が住んでおりました。水の中に暮らす少年オフィーリアは地上の少女だった頃の記憶から魔法の虫眼鏡を通して一冊の少女雑誌を読み始めます。美しい口絵や小説に胸を躍らせて。花は数多く生けるよりも少なくても時々変わった花をお玄関にお書斎に生けてお待ちしましょう。その優しい心をきっと花は語ってくれますよ。チャイコフスキーを一曲聴き、サン・サンスを聴いているうちに興奮したらしい。気がついてみると、私はバラの花をみんな食べてしまっていた。吉谷信子、明治29年生まれ。生涯隔週の続く母と地方管理の父、男兄弟に囲まれた封建的な気風の中に育つ。女学校時代から雑誌の投稿少女として頭角を現し、大正5年から8年間書かれ続けた花物語でデビュー。当時の女学生の気分を代弁し、愛読される。女の友情、夫の低層といった家庭小説で不動の人気を得、晩年に向けても徳川の夫人たち、女人平家などの歴史大作を手掛けている。常に弱者であった大衆女性の代弁者として情熱を込め、命の続く限り書き続ける。ペン一つで一生のうち8軒の家を建て、8頭のレース馬の持ち主となったというから、文壇の男たちから妬みや誹謗を受けることも多かった。最愛の女性門真千代を養女として生涯を共に暮らす。何事にも感激し、いつまでも道女のような人であった。花物語、吉谷信子。帰らぬ少女の日の夢に咲きし花の数々を愛しき君たちに贈る。
危ないこと、手を取ってあげましょうか。いいえ、大丈夫よ。でも、落ちるといけないから。大丈夫。落ちはしないわ。だって、もしか、いけないわ。高き家に、君と登れば春の国。川とお城し朝の鐘鳴るって、明子様のお歌にそっくりね。いけないわ。あなたお目が近いのね。あれはね、梨の花よ。梨畑があそこにあるのね。まあ、でもいいのね。私も金眼になろうかしら。物の見方がおぼろになって幻想が描けて羨ましいのね。梨の花、きれいなのね。あんな真っ白に、そしてほのかにぼーっとして。ええ、でも儚げな花。近寄る前に消え入りそうな花ね。そして私たちは知らない。儚き梨の花、ましてその花の上の夕月。哀れされど、儚きは悲しきは、亡き友の幻を置いて、自らもその花陰にいると見し、かの塔の乙女。魔の住む塔、人々はこう呼んで、その塔の扉を永遠に固く閉ざした。両者の窓のさ緑のカーテン引いてつと寄れば、彼方の空は黄昏れて、忍びやかなる夕暮れの優しく人を訪るる。心に茎はかかるとき、他が鳴らすやビオロンの行く春嘆く
歌の曲。そぞろに涙湧き入れて帰らぬ日をば懐かしみ、我が胸に咲く思い出の花のその名は哀れ露草。りょうちゃん、これかわいいノートでしょう。お使いなさいな。私そんなものいりません。ね、りょうちゃん、そんなこと言わないで使ってちょうだいな。せっかくあげようと思って買ってきたのですもの。りょうちゃん、お気に入らないでも取っておいて、なんかに使ってちょうだいね。いらない、いらない、いらない。こんなもの使わない。りょうちゃん、ごめんなさい。そんなに怒らないでちょうだい。今度もっと良いのをあげましょうね。
私はあなた様をお姉様のように心から世界でたった一人の方と思ってお慕いしておりました。なお心からそうした重荷を背に負うてお悩みになることと思いましてから、私は一日も早く私のようなものは仕方がないと離れていってくださるようにと悲しい決心をいたしましてから、お姉様のお心に背くような行いばかりいたしました。お姉様をお慕いしていらっしゃる一条様やその他の方たちは決してお姉様の重荷にはならない幸い多い方たちでいらっしゃいます。私はマリコの星第1話。マリコはおじいさんと2人暮らし。お父さんとお母さんは事故で亡くなったけど、おじいさんが魚を取ってマリコを養ってくれています。続く。少しお待ちあそばしてください。第7課書簡文の心得。手紙の文よ、雲井のよそに心をやりて、人の世を離れんとにもあらねば。いつぞやは失礼。私本当にお友達がなく寂しかったのですわ。私もあなたに会うまでは孤独でいましたの。白菊がお好きですの？花ならばまず一番に白菊、白百合、白バラ、白鳥花、白檀、白椿、白なでしこ、白蘭。それから他のものでは白樹白むく、白金、白水晶、白珊瑚、白目のう、白鳥、白鶴。でもやはり私は白菊が命ですもの。来世には人の姿は決して地に咲く白菊の花として生まれ変わります。永久に心からの友となりましょう。でも私は世の住む限り孤独でなければいけない運命のものでございます。
白菊好む人の家には美しい肉体を滅ぼす血が加わって、美しき者よ、汝のまたの名は悲しみである。哀れ次の世には白菊の花と咲かんと近いし人は。マリコの星第2話。今日はマリコの誕生日。おじいさんは朝早くからマリコのために魚を取りに出ました。何やら雲行きが怪しくなってきました。続く。玉木さんはまるで早川雪舟とモンロー・ソルスベリーといい養蜂を臼の中でつき混ぜてお団子にして、その上へ福助の女型の柔らかみのきな粉をほのかに振りかけたような感じのする方ね。毒ある花の色美しい悲しさよ。毒ある竹の紅傘優しく秋の山地におるを見るとき、若い子の胸は哀れに寂しい。毒うつぎの実のサンゴのことに似たるは、なぞかくばかり毒は美しく、罪は甘く、秘密は楽しいとして、美しいものは呪われて幸薄いのは。惜しくともけなげでも、その胸は柔らかな目鳩の胸毛の、しめやかに春の雨に濡れて震えるごとく、たとうれば、恨みありて元気れし病論に残るし一線の巨船のか細き音にかきなるように、ひと夏生きし海のほとりの浜の砂地にたがこか捨てし銀線の破れ、打ち寄する秋の波にわびしく濡れて光るかのように、すべてが哀れに優しく物悲しい。少女の魂の薄桃色の小さき壺を柔らかにふくよかな胸に秘めて、ともすればあふれこぼれる土色の美しい涙が壺の中に満ちてやるせないものを。私たち日陰の花なのね。けれどいいわ、日の光には咲かずとも月の青白い光に濡れて咲けばね。お母様、お叱り遊ばしちゃいや。マリコの星第3話。突然嵐が来ました。おじいさん、どうか無事に帰ってきて。続く。そんな人々にあたっては、ほんの幼い時から目まぐるしく感じる刺激の車輪の回転につれて、暗鬱であったり好奇に満ちたりするその瞬間を結晶させ固定させてしまう力を持つものである。だから今床に座って陸海軍ストアのカタログから絵を切り抜いていたジェームスは、母のその言葉を聞くと
冷蔵庫の絵を心を込めて祝福したのであった。何をくよくよと考えているのですか？明朗なあなたがあんなつまらない人の噂を気にするなんて変よ。さあしっかりして。新しいお友達もできることですから。お小遣いは普通。水の中で見つけた少女雑誌を熱心に読みふけっていた少年オフィーリアもさすがに少し疲れてきたようです。ここでちょっとお休みいたしましょう。私の
水の中に暮らす少年オフィーリアは、地上の少女だった頃の記憶を揺さぶられながら、魔法の虫眼鏡を片手に、ますます雑誌の少女世界にのめり込んでいきます。佐代桜子、明治29年、栃木に私生児として生まれる。東京で産婆をしていた母親の仕送りで、幼少期は地元の親類の家に養育される。女学校半ばで上京し、残りの勉学を済ませた後、和裁の高等師範へ進む。卒業後、製紙会社の宣伝課に2年勤め、結婚退社。自宅の空き部屋で和裁の塾を始め、初めて母親を迎えて共に住み始める。6人の子供を育て、老母や夫の世話をする中で塾は閉鎖。母親が行き、子供たちの手が離れると同時に民生委員などの福祉活動に積極的に参加。この頃から夫の勧めで盛んに句を読み始め、長々と日記をしたためる習慣となる。50歳にして小説に手を染め、少女期に求めて得られなかったさまざまな願望や、生と死の境に肉体を離れて浮遊する少女の魂などをモチーフに、次々と作品を執筆。月夜の夢はなんと60歳を超えての処女出版の短編集である。現在も99歳で存命。昔家が建っていた場所に鍵のかかった門だけが残っていて、その奥には草がぼうぼうに生えている。自分の家でもないのに懐かしい気がして、その場所を草の家と名付けた。そして夜になると私は地面になる。体にたくさんの草を生やした。その草の下には母親と生まれるはずだった子供とかつての恋人、愛する人たちへの思いが記憶の断片と一緒に埋まっていて、夜になるとそれは抑えきれない勢いで膨れ上がり、胸を締め付けるのです。
その土の中に眠る母と子と恋人の住む、そのなくした葉の奥に父と母とつる草の伸びる。夜の間に街灯の月の明かり吸って茎根たちの青の音息聞いて、裸足で歩く足の裏草を踏む。それは明日スルスル伸びて地を這い木を蹴りうねる。細い腕天に向けてどこまでも進む。突き抜けていつか裏側に届く。それは夕べ岩の隙間に左足の親の指差し入れ、笑いながら迎える君。愛おしく肩を訪ね頬を訪ね、風の音によ花の色によ日だまりの暖かさによ草の家に帰る。7月7日は七夕。7月14日電話が鳴る。7月20日友達の家に行く。7月23日友達が遊びに来る。7月31日駅前の雑踏に黄昏れる。7月27日酔っ払いが歌う。8月31日始発の電車で家に帰る。
マリコの星第7話。こんなものこうしてやるわ。暑い。続く。遥か南太陽の彼方からその蝶はやってきた。
荒ハエの気流に乗ってその蝶はやってきた。前足を損ない講師はやれた。寒さに耐えうるはずはなく、子をはらむ夢もなく、やがて朽ちるように、ただ眠るように言ってしまうのならば。植物園のビニールハウスの身の丈もあるバナナの葉に鱗粉を散らす南国の夢のまとわりつく、未だ透明な緑の皮膚で気化をした。その葉をハグハグと貪る音さえ飽和した蒸気圧に飲み込まれてしまう。排泄、吸う、排泄、吸う、排泄、それを吸う。腐敗した肉塊の周期を放つ液状の良心と消化した自らの汚れを吸う。快楽の残光を破壊された信仰を溶かして吸う。溶かしてドロドロに溶かして吸ってドロドロに吸って、興奮を垂れ糸を引きほの白い光を放ちながら、透き通った過密とにじみ出す樹液と同じ顔が吸い上げる。幼きは草をはむ、飽き足らずに姉を食う。姉は弟を食う。さなぎになった兄を食う。皆で食う。皆を食らう。頑丈の文様を、柔らかな緑の肉をむさぼり食らう。同じ顔が生み散らす乳白色が代々と薄緑に変色した千に一つの命を食う。食草の茂みに体液をすりつけ恍惚と食う。白濁した甘酸っぱい香りを食う。脱粉の地獄を食う。恐れを食う。節だらを食う。みだらに入り乱れた視線を食う。わずか6つの小眼がマント2800の小眼に増殖するために、その目がくらみ真昼の大地が静止する。求愛にうつつを抜かし怠惰な樹液を吸うために、好気を発しフェロモンをすりつけて不倫の交尾をするために、やれた葉のみすぼらしい母と自らの死体を食う。もはや涼しげな水辺に影を落とし語らう。稚魚の耳、稚魚の腹渡、アホロートルーパールーパー、いつの世もこうしてあなたをお慕い申しておりますもの。マリコの星第8話。どうしよ
火はあっという間に燃え広がりました。陽子ちゃん、陽子ちゃん。続く。深海魚の発光器官はいずれも線からの分泌液が酸化することで光を発するものである。この光はさまざまな色の反射鏡をかけて所定の方向へ放射される。また発光器官は神経系統の支配下にあり、明滅の加減調節ができる。しかしそうかといって深海はまるで高校たるダンスホールのごとく光でいっぱいだなどと創造たくましい物語作家のようなことを考えてはならない。マリコの星最終話。マリコちゃんありがとう、今までごめんね。そこに突然おじいさんが無事に帰ってきました。おじいさん、マリコ、二人は固く抱き合いました。おしまい。ママ、買って。弁当傘買って。しょうがないな。こないだ買ってあげたばっかりじゃないかね、お母さん。しょうがないわね。買ってあげましょうよ。じゃあしょうがない、今日だけだぞ。よかったわね。アイロンズシーペーパーちょうだいよ。やだよ。ちょうだいよ。やだよ。ちょうだいよ。絶対あげないよ。裾が広がり、まるで人魚のように川面を漂いながら、祈りの歌を口ずさんでいたという。死の迫るのも知らぬげに、水に酔い、水になずんだ生物さながら、ああ、それもつかの間。膨らんだ裾はたちまち水を吸い、美しい歌声をもぎ取るように、あの哀れな生贄を川底の泥の中に引きずり込んでしまって、それっきり、あとは何にも。俺はもう女になって女に愛されたいなんて夢は捨てる。
水の中に暮らす少年オフィーリアは魔法の虫眼鏡を片手にお気に入りの少女雑誌の続きを読み始めます。大好きな小説を楽しみにして。尾崎みどり、明治29年、山陰の温泉町で生まれる。教師の父と寺の娘である母、秀才な兄弟姉妹。それにも増してみどりは秀才であった。女学校を出て教師をしながら文章世界への投稿を始め、ロシアと競う投稿欄の才女として注目される。その後上京して本格的に執筆を始めるが、さまざまな不幸と孤独に見舞われ、頭痛薬の大量な服用から一種の中毒による幻覚症状を起こし始める。作風は叙情的なものから表現主義的なものへと傾倒していき、その手法は映画的、超感覚的、意識の流れ的な斬新な感覚と表現を極めていった。その頂点が第七感界方向であり、この稀有で不思議な文章世界は人々の産業を集めた。しかしやがて尾崎は全てをかけた恋に破れ、神経障害の兆しも強まり、自らの時間を止めて筆を折ったまま晩年を生きながらえることとなる。面影を忘れかねつつ、心悲しき時は一人歩みて思いを野に捨てよ。面影を忘れかねつつ、心苦しき時は風とともに歩みて面影を風に与えよ。ウィリアム、木星は君の匂い。地の上をはるかに越えて、恒星の歩みに思いをとどめ、遊星の一人遊びに見とれる。君は木星の匂い。我が窓の木星の香りは、雨降らば、コオロギの背に接吻一つ。雲なくて秋晴れの日は、白い風にまたがり、送信、黄色い鞭を一つ見晴かす太陽系に遊びに出かける。
ハローミスター木星。遥かな母国への騎士。期待のくせに爽やかなぶらつき目。72時間の間部屋を掃除しないと仕事机に薄いほこりがたまって、私の置き時計はいつも3時13分です。長い冬中、午前も午後もない3時13分。時を超え、時を忘れて黙った3時13分。沈黙の塔の屋根には猫柳の粉が席をしいしい積もりました。メンソレータム色の屋根をはたいてネジを巻けば、チックタック、新鮮な春が来るでしょう。しかしやはりもうしばらくの間、時の外に住んでやれ。ミスター木星、火星の人たちはどんな言葉を使ってた？猫柳がすっかりほうけて花粉のなくなるまで。フィオナ・マクロードの詩の言葉さ。室内の暦は静かに止まった3時13分。ハーロー、雲煙霞ってやつさ。ハーロー。火星の人間は皆期待詩人さ。我が思いとフィオナの君。君が心の少々雨の日の木星と匂いたまえ。御懐かしきウィリアム様。糸狭き我が窓のうち、秋晴れの木星の香りは、愛しき君がまみと匂う。フィオナは君が胸の内、魂の扉奥深く、少々と住むおみな一人。君が変身、君が分身。おう、君は何という分裂詩人。魂が二つに分かれて、片身ミスター・シャープ。心臓に一枚のドアを隔て、隣住むミス・マクロード。マリコの星第4話。マリコは親戚の家に引き取られることになりました。この子はいとこの陽子ちゃんです。よろしく。続く。公園や森の中の老木を覆う緑のビロード。そのような苔にあたっては他の高等植物と同様、雌雄別ある花を咲かせるが、自然の中には後に種子となるべきものがなく、受精後成長して胞子脳と称する全く特殊なものになる元がある。それが熟すれば、中に純無性生殖による細胞分裂によって、粉末状の小さな胞子ができる。植物の連状は肥料の熱度によりて人工的に触発せしめるものにして、我はかつて一人のことに可憐なる少女に牽連したることあり、この翼土における苔の生殖状態は、
ああ、まことに涙多き少女なりき。世のいかなる表情に対するも常に涙をもって、かくして植物中最も冷淡なる風貌を有するといえども、ついにその連情を発揮し、互いに構想する二つの心理が、同時に同一人意識内に存在する状態を分裂心理といい、この二心理は常に構想し、相敵視するものなり。第一心理は患者の色域上にありて、患者自身に自覚さるれども、第二心理は彼の色域下に深く沈水して自覚さることなし。色域上下の構想は患者に空爆たる苦悩を与え、放置するときは自己喪失に陥るに至るなり。私はもっと知識の勉強をして分裂心理のように込み入った霧のかかった詩を書かなければならないだろう。しかし私が書いているのはありふれた恋の詩だった。ニスケの部屋から流れてくる淡い肥やしの匂いは、ピアノの悲しさをひとしお悲しくした。そして私は哀嘆を込めた詩を書いたのである。おばあさんが泣く。そんな泣くものじゃない。じき伸びるだろう。我慢しなさい。肥料の熱度による植物の連状の変化。世は第2発の植物の連状触発に成功せり。第1発、高温度肥料による実験。第2発、中温度肥料によるもの。第3発、自中温度肥料。第4発、低温度。
今回成功を見たるは世の計画中第2鉢にあたる鉢にして、右表のごとく中温度肥料にて栽培を試みたる苔なり、世は今回の開花を見るまでの数日間を焦燥のうちに送りたり、花開かんとして開かず、蒸発せんとして発せず、実に少量大き数日間なりき。世は会議せり、世の植物は分裂病に陥れるにあらずや、かかる思想は世の恐怖悲嘆に値せり。世は小野一助の研究資料となるごとき分裂性戦隊類を培養せるものにあらずして、常に健康なる植物の連城を願えるものなり。しかるに世のかかる態度にもかかわらず、世の植物はいたずらに春巡停滞して開花せざること、あたかも打ちつけの検便せる患者のごとし。さっぱりした頭になったよ。首のあたりはむしろ可愛いくらいだよ。ニスケの苔が今晩から恋をしたんだ。俺は徹夜でニスケの助手をさせられるに違いない。おやすみ。こんな晩にはあれだね。植物の恋の助手ではあれなんだよ。しかし接吻というものはこんなに空気を吸うほどに当たり前な気持ちしかしないものであろうか。失恋とは苦いものだろうか。果てには人間に勉強させるものであろうか。すでに失恋してしまったニスケはこのような熱心さで肥やしの勉強を始めているし、一助も失恋したら心理学の論文を書き始めるであろうか。それならば佐五郎が音楽家になるためには失恋しなければならないし、私が第7巻の詩を書くにも失恋しなければならないであろう。僕は苔の恋愛を患者の治療の参考にしたいと思うのだが、やはりニスケの机の上の苔は隠蔽性を帯びた黙った恋愛をしたり、
二人のうちどっちを恋愛しているのかわからないような分裂性の恋愛をしたであろうか。私は西家のノートの上に似た生物画のような詩を書きたいと思ったのである。しかし私が書きかかったのはごく哀感に富んだ恋の詩であった。練習をやりかかると決まってバケツに雨が降ってきて、僕の音程は半音ずつ沈んでいくんだ。栗を食べないの？これは片恋の詩じゃないか。隣人から送ってきたの。どうもこの頃おかしいんだ。僕が電車を降りて坂を上がってくると、君を思えど君は連れなし、草に伏し君を仰げど、ああ君は高く連れなし。君を思えど君は連れなし、草に伏し君を仰げど、ああ君は高く連れなし。佐五郎の恋愛期間はこの後幾日か続いただけで短く終わった。けれど私はこの期間をただ悲しみのうちに送ったのである。マリコの星第5話。マリコは朝早くから夜遅くまで働き通しでした。そんな辛い時はおじいさんに思いを寄せるのでした。おじいさん、続く。
後の星第6話。仕事をサボって何見てるのよ。ようこちゃん、お願い返して。ふふふふふ。続く。あれあれ、オフィーリアと一緒にここで一休みいたしましょう。